なあなあ、自分隊長とやったやろ。わかる？そんなんわかるに決まっとるやろ。さあさあ、あんたこないだからお色気ムンムン垂れ流しでっせ。やだもう、魔王ちゃんってば。ナギどないしたん？大丈夫か？いや、なんでもない。ちょっと武器を落としてしまっただけだ。気にするな。そう？ならいいんだけど。ほんでどうやってんよ。初めての夜は。そんなの恥ずかしくて言えないの。アホか。人ん時はあれもこれも聞き出しといて自分はだんまりかい。あの時は魔王ちゃんが勝手に一人で喋ってたんだよ。サワは教えてくれなんて一言も言ってないの。それでも聞いたことには変わらへんやろ。俺かまととぶっとらんとはよぶちまけてまい。もうしょうがないな。魔王ちゃんの言ってた通り隊長ってばすっごく激しかったの。せやろうちの言うてたこと分かってくれた？さすが義の種馬って感じやんなあ。あちこちでやりまくっとるだけはあるわ。初めてやのにあんだけされてうち恥ずかしかったわ。サワなんかね、もうね、隊長に夢中って感じ。メロメロなの。せやな、メロメロっちゅうか、まあこれで隊長に命かけてもええってどこまでもついていくってそう思えるようになったんは確かやな。上司と部下でもあり、男と女でもあり、愛されるって素敵なことなの。だからサワも隊長のこと命をかけて愛しちゃうの。あれ？ナギちゃん、どうしたの？いや、なんでもない。もしかして自分がまだ手出されてないの気にしてるんか？そんなこと。もしかして隊長とならしてもいいって思ってる？隊長は尊敬すべきお人だ。訳すると抱かれてもええっちゅうこっちゃな。否定せえへんのや。魔王まあ怒りなって。ナギちゃんが隊長好きなのは知ってたけど、そんな風に思うくらいだったんだね。何？あれ？気づいてないって思ってたの？今さら黙っても後の祭りや。諦め。ナギちゃんってば真っ赤になっちゃって可愛いの。本当に隊長のことが好きなんだね。
わかっとる。ナギのためや一肌脱いだろ。どういうことだ。今日な、なんやかし理由つけて隊長がナギの部屋行くよう手はず整えたる。せやからナギは可愛らしい服でめかし込んで手料理でも作って待っとき。おー、さすが魔王ちゃん。それバッチシなの。そこまですれば隊長もドキーンってしてキューンとなってね。ナギなんて可愛いんだ。隊長ダメですよ。お前が欲しい。私も隊長が欲しいうわ、ナギちゃんしっかりなの。悪い。リンの真似せんでもええのにスケベやな。鼻血は出ていない。ナギ、妄想するんは大いに結構やけど準備だけはしっかりしときや。ええか。わかった。頑張る。ナギちゃん頑張。なんもあらへんよなあ。そうなの。ナギちゃん待ってなの。みんなついてきてなの。まあまあ落ち込まんでも大丈夫やで。その謎は今晩明らかに。いや、あたりきしゃりきや。焦ったらあかん。せっかちな男は嫌われんで。ってことで、さあみんな行くで。今日も張り切ってお仕事行きましょう。困った。魔王たちが言うには、これから二人が隊長を部屋に連れてくるという話だが。本当に隊長がこの部屋に？どうしよう。ど
どうしたら。一人で歩き回っていても仕方ないな。とりあえず沢がくれた服に着替えよう。これを着てからその上にこれか。沢の選ぶ服はとても可愛いが面倒なものが多いな。でこれを履いて、あれをここか。よし、できた。これでバッチリだろう。沢に教えておいてもらってよかった。で、次はなんだ。どうしようどうしよう。どうにも落ち着かないぞ。そうだ、お風呂。これから隊長に愛してもらうのだからきれいに磨いておかないと。って私は何を言っているのだ。愛してもらうなど、私のバカ。風呂は無理だが体ぐらいは拭いておくかな。一応だ。腕と足と顔と、よいしょよいしょ。ここも一応拭いておくかな。よし、完璧だ。しかしまだ時間はあるな。落ち着かない。もう何も手につかない。こんなことではダメだ。これから隊長をお迎えするというのに私がこんなことでは気持ちよく過ごしていただくことができない。よし、気を落ち着かせるために何かできることはないか。そうだ、料理。魔王も言っていたではないか。手料理を作って待っていろと。いや、しかし私の手料理など喜んでいただけるのだろうか。隊長はいつもカリン様とお食事をされていて大変な美食家だというのに。ダメだ。物事を悪い方にばかり考えて一人で落ち込むのは私の悪い癖だ。何事も挑戦。魔王と沢を見習おう。よし、頑張るぞ。
それよりも大切なことがあってな。そうそう。ちょっと時間をちょうだいなの。もう隊長あかんって。こんなん今日しかないんやから。そうだよ。部下の一大事なんだから真面目にしないとなの。えへへ、知りたい？ならね、今からなぎちゃんの部屋に行ってなの。から行ったら昼言うてたことも判明すんで。ほらはよ、女を待たしたらあかんって。ほな、こんばんは。帰ってきたらあかんで。いってらっしゃい。頑張ってなの。どうぞ。隊長、こんばんは。はい、今しがた夕食が完成したところです。隊長、お口に合うかどうかわかりませんが、食べていただけますか？申し訳ありません。失敗を防ぐため作り慣れたものを用意していたらこんなことに。
かがですか？本当ですか？よかった。いつもはビタビタで作ります。ですが今日は体調をお招きするので控えめに。私は辛くないとダメなわけではないので。そんな。いえ、片栗粉でとろみをつけた後、仕上げに油をほんの少し加えているんです。そうすると豆腐がそんな食感に。私ではありません。私はただお城の料理長や麻婆屋の店長さんにいろいろとお話を聞いて参考にさせてもらっているだけで。それには油をほとんど使ってませんから。お肉も野菜も一度茹でてから調理しているんです。だからホイコーローって言うんですけど。ホイコーというのは一度調理したものを再び鍋に戻して調理するって意味なんです。やっぱり。ありがとうございます。慌てずにゆっくりお食べになってください。いえ、はい、どうぞ。はい、大丈夫でしたか？私は好きなんですけど、独特の香りがありますよね。よかったです。いえ。
申し訳ありません。そういうわけでは。いえ、隊長、違うんです。自分は別に、いつでも、準備は完了しているのですが。覚悟は、できています。つまり、隊長と共に命を懸けて戦うための儀式と言いますか、男と女としての、つながりを強化すると言いますか。自分は、女としての魅力に欠けるかもしれませんが、それでも隊長のことを慕ってますし、隊長と共に戦いたいと思ってます。だから、魔王たちのように、自分を隊長の女にしてください。隊長？やはり自分は、隊長に女として見ていただけてないのでしょうか。ですが、沢も魔王も、隊長と、したのでしょう。二人ともとても喜んでいました。これで隊長のために命を落とし、お仕えすることができると。自分は、それが羨ましくて仕方がありません。自分も、恥を忍んで申し上げれば、隊長のことをお慕いしております。あなたと共に戦いたい。命を落として仕えたい。そう思っています。ただ、自分に女としての魅力がないということは重々承知して。なら、ダメです。ダメです。かけがえのないものと思ってくださっているのであれば、なおさら隊長に抱いてほしいです。あなたのものにしてください。あ、
だまさか。そういうわけではありません。ただどうしたらいいのかわからなくて。体調の体温。はい、私も暖かいです。それに隊長の心臓の音が聞こえてきて、すごくドキドキ言ってます。隊長。隊長、口づけとはこんなに苦しいものなのですね。そのような余裕あるはずがありません。今でもドキドキして頭がクラクラして、こうして隊長がいてくださらなかったらすぐに倒れてしまいそうです。恥ずかしいですけど、ふわふわ夢見てるみたい。
なの体調だけでなく自分も同じなのですから、必要ないのでは。はい。隊長。隊長。はい。濡れて。魔王たちに聞いたことはありますけど、これがそうなんですね。体調を受け入れる準備ですか。私の中に隊長が。隊長、耳、そんなに舐めないでください。指も動かされたら私、立ってられなくなります。でも恥ずかしい。いや、そこはダメです。刺激が強くて。ビリビリって頭に響いて。やめ。言わないで。恥ずかしいです。何を。
。隊長、私、何か来て。ごめんなさい。私。言ってですか？これが気をやるってこと。隊長、これは私は重いので下ろして。そうでしょうか。隊長。隊長、でも、これ以上されると、私、狂ってしまうかもしれません。大丈夫です。多少の痛みはありますが、戦闘の中、怪我した時の痛みに比べれば大したことありません。それに魔王も沢もこの痛みに耐えたのでしょう。そうなのですが、そういうわけでは。平気です。けど、少しだけ疲れたみたいで。隊
隊長。ありがとうございます。でも、本当に大丈夫ですから。確かに慣れないことをして疲れはしたのですけど、この疲れは心地のいい疲れというか、気だるさというか、私、今幸せですから、とても、隊長のものにしていただけて、私、幸せです。